アクロパパの AI 教室。はい、始まりました。 AI と開発する技術、先生役のアクロパパです。今日はね、 AI コーディングの現在地を整理します。レンです。もう僕毎日 AI にコード書いてもらってますよ。最高です。プリアです。私は正直半信半疑。結局自分で直す羽目になりません？いい対比だね。レン君は信じすぎ、プリアさんは慎重すぎ。今日はその両方を実演で揺さぶります。まず今日のゴール、 AI コーディングには3つの世代があって、今はその3つ目に入ったところ、ここを押さえます。では早速デモ対決いきましょう。お題はユーザー一覧 API のページネーション追加。まず第1世代、チャット型から。チャット型って普通にチャット GPT みたいなやつに書いてって頼む感じですか？そう、チャットにお願いしてみます。ページネーションを追加してと送るとこう返ってきた。 AI の回答、以下のコードをご参考くださいと50行のサンプルが出てきた。ただし既存のコードは知らないんだよね。確かに自分のプロジェクト構成とか知らないからコピペしてもそのまま動かないですよね。その通り、変数名も違う、インポートも足りない。結局人間が読み解いて貼り直す作業が発生する。やっぱりそうなるんですよね。だから私は信用してないんです。次、第2世代の補完型。エディタの中でコードを書いてると続きをリアルタイムで提案してくれるやつ。同じお題、関数の中でオフセットと書き始めると AI が残りの引数とクエリ文を自動保管してくれた。これは早い。タブ押すだけで入るんですね。でもね、保管されたのは関数の中身だけ。ルーティングの修正、テスト、ドキュメント更新は全部手動のまま。結局1行ずつは楽になるけど全体は自分で組み立てるってことですね。いい表現だね。では第3世代、コーディングエージェント。レン君、コーディングエージェントって何だと思う？なんか全部やってくれる AI？ 近いけど正確に言おう。指示を受けてコードの読み書き、実行、修正まで自律で行う AI。 これがコーディングエージェントです。同じお題をエージェントに投げてみた。プロンプトはユーザー一覧 API にページネーションを追加して既存テストも更新して。エージェントはまず既存コードを6ファイル読み、ルーティング、コントローラー、テストの3ファイルを書き換えた。さらにテストを自分で実行して1件失敗を検知、原因を自分で直して再実行、全件パス。ここまで約90秒。テスト実行まで自分でやるんですか？ちょっと待って、それ本当に？ほらねプリアさん、これが今の AI だよ。もう全部任せていい時代でしょ。レン君、そこが落とし穴。全部任せていいかはこの後の実演で確かめよう。さてここからが本題。エージェントにもっと大きな仕事を丸投げしたらどうなるかやってみます。お題は既存のユーザー API に検索、ソート、フィルタ機能を一括追加して。結構な量だよね。いいですね。こういう面倒な実装こそ AI に任せたい。まず雑に投げたパターン。プロンプトは今の一文だけ。結果を見てみよう。エージェントの出力、検索は実装された。でもソートがネーム固定でハードコードされてる。フィルターは独自のクエリ構文を発明してた。独自のクエリ構文を発明って仕様にないものを勝手に作ったってことですか？そう、これがハルシネーションの一種。 AI が事実でないことを堂々と答えてしまう現象なんだけど、コードでも起きる。存在しないライブラリを使ったり、今回みたいに仕様を勝手に創作したりする。自信満々にね。うわー、僕これ気づかずにそのままマージしてたかも。レン君、いい気づきだね。じゃあ都合丁寧に投げたパターンをやってみるよ。今度のプロンプトはこう。検索は Q パラメーターで LIKE 検索、ソートはソートとオーダーパラメーター、フィルターはステータスの完全一致、既存テスト更新。かなり具体的に指定してますね。何をどうするか全部書いてある。アクロパパ的にはね、これがプロンプトの力。 AI への頼み方、指示文のことをプロンプトと呼ぶんだけど、精度が全然変わる。結果、3機能とも仕様通りに実装、テストも発見追加されて全パス。同じエージェントなのに出来が段違い。同じ AI でもプロンプト次第でこんなに変わるのか。任せ方が悪かったんだ。でもそこまで細かく指示するなら自分で書いた方が早くないですか？いい疑問。でもプリアさん、指示は5行、出力は200行以上、しかもテスト付き。コスパは圧倒的にエージェントが上。ポイントは何を作るかは人間が決めて、どう作るかは AI に任せる。この分担がエージェント時代の基本形です。さてここまででエージェントすごいは伝わったと思う。でも冷静に整理しよう。
何が変わって何が変わらないか。変わらないことあるんですか？なんか全部変わりそうですけど。変わること。コードを手で打つ量は激減する。定型作業、テスト生成、リファクタはエージェントが早い。あと調査も変わる。ファイル構造を読ませて影響範囲を洗い出すとか、昔なら半日かかったことが数分になる。じゃあ変わらないことは？設計判断、要件の整理、そしてレビューする力。ここは人間のまま。さっきの実演を思い出して。何を作るかを曖昧にしたらエージェントは暴走した。つまり仕様を決める力は今まで以上に重要になる。確かに任せ方が曖昧だと勝手に仕様を創作しちゃうんでしたね。逆に言うと、ちゃんと仕様を切れる人が一番 AI を活かせるってことですか？その通り。アクロパパ的にはね、エージェント時代はコードを書く力より仕事を定義する力が差になると思ってます。まとめると、手を動かす作業は変わる。頭を使う判断は変わらない。むしろ求められる精度が上がる。最後にこのシリーズの全体地図をお見せします。全10回で任せ方の技術を体系的に学びます。任せ方の技術ってさっきのプロンプトを上手に書くってこと？プロンプトは一部。もっと広い。大きく4つの柱があります。第1の柱、プロンプトの型。要件の4点セットと呼んでて、役割、背景、やってほしいこと、出力の形。この4つで頼む型です。4点セットか。今までこれ作ってしか書いてなかった。第2の柱、コンテキストエンジニアリング。AI に何を見せるかを設計すること。作業机に何を並べるかで結果が変わる。コンテキストウィンドウって聞いたことあります？ AI の作業机の広さでしたっけ？そう、作業机には限りがある。だから何を載せるかの選び方が重要になる。それがコンテキストエンジニアリング。第3の柱、ハーネスとループ。ハーネスはテストや型チェックなど AI の成果物を機械的に検証する枠組み。ループっていうのは？書かせる、検証する、直させる。この反復サイクルのこと。一発で完璧を求めず、ループで品質を上げていく。第4の柱、レビューゲート。人間や別の AI が成果物を見聞してから先に進める関所のこと。つまり全部任せっぱなしにしない仕組みですね。安心しました。僕はループとレビューゲートが足りてなかったのか。だから変な実装が混ざってたんだな。いい振り返りだね。プリアさんの慎重さとレン君の行動力、両方あって初めてエージェントを使いこなせる。次回は第1の柱、プロンプトの型を深掘りします。要件の4点セットを実際のタスクで練習しましょう。やっと正しい任せ方が分かりそう。次回も楽しみです。私も食わず嫌いせずにやってみようかな。次回よろしくお願いします。